私本当に筋力がないせいなのか、任天堂スイッチを持って2時間くらい遊んでいると腕がしんどくなってくるんですよね。なので、ゲーミング UMPC のあやねお2021 Pro はテーブルに置いて遊んでてもきついので、もっと軽くてコンパクトなゲーミング UMPC が出てくれればいいのになぁと思ってた先で出てきたのがあやねおエアーでした。どもども吉田です。デザインカラーリング含めすごくタイプのあやねおエアー、求めていたのはこれではと感じたので購入しレビューします。懸念していた、画面サイズの小ささ、バッテリーの持ち、発熱、なども含め、実際に試しながら見ていきます。ではこんな感じで見ていきます。では開封しながらスペックを見ていきます。この端末の大きな特徴はやはり薄さと軽さ。5560U のスコアを見ると、コストパフォーマンス的には高くありませんが、スイッチライト並みのサイズ感で使える PC というのが新しい。上位グレードのモデルにすると、ブラック、ピンク、シルバーなど豊富なカラーを選ぶことができるので、色に合わせてモデルを選択するのも良いかと。ストレージは明らかに少ないので、512GB のマイクロ SD を使用して運用することとしています。段ボールの下に何か招待状みたいなものが入っていました。なんでしょうこれ。ラブレターでした。箱はこちら、ここ最近のハードにしてはかなり大きめなサイズ感です。約リアルゲーマーはゲーマーを知っている。ちょっとよくわからないですが開くと、蓋部分には説明書。中にはぴったりと切り抜かれたクッションに、本体、充電器などが収納されていて、ぶち上がります。内容物はこちら、本体、充電器、電源プラグ変換アダプタ3種、USB-A to USB-C 変換アダプタ2個、USB-C ケーブル、説明書類。私あまりホワイトの端末って選ばないんです。白って膨張色だから実際のサイズよりも大きく見えるし、汚れや黄ばみが気になってしまう。でも今回ばかりは色の組み合わせが秀逸で、ボタンにさりげない赤の印字、ショルダーボタンのグラデーションが素敵すぎてこれ一択でした。シェルの質感ビルドクオリティもかなり高く、滑りにくく、触り心地の良い滑らかなプラスチックの質感で、若干の光沢感はありながら安っぽくない上品なホワイト。そして上部のグラデーションカラーは質感としてはプラスチックですが、金属のような鈍く反射する素材感になっていて、ターコイズブルーからピンクゴールドアクセントが滑らかに繋がっているような、非常に綺麗な色で、所有欲を満たしてくれます。前面には ABXY ボタン、十字キー、アナログスティックが、任天堂スイッチのような配置で並んでいて、その下右側には AYA ボタンとイコールボタン、左側にはウィンドウボタンとメニューボタン、こちら2つは Xbox コントローラーのスタートボタン、セレクトボタンのようなものです。アナログスティックはゲーミングガジェットらしく LED が点灯し、自由な色に設定することも可能です。背面にはデカデカと、しかしグラデーショナルに、吸気口の穴が開いているので模様のようで美しい。ロゴ部分も印刷ではなく、彫り込まれています。上側面には左から、RB/RT ボタン、RC ボタン、電源ボタン兼指紋センサー、ボリュームボタン、USB-C 端子、排気口、LC ボタン、LB/LT ボタン。下側面は左からスピーカー、USB-C、イヤホンジャック、マイクロ SD 端子、スピーカー、上部の排気口はボーダー状に穴が開いているデザインとなっていて、めちゃくちゃ素敵で素晴らしい。ただ穴が開いているのではなく、こうして少しでも装飾的かつミニマルに見えるよう制作されているのは、見た目のゴージャスさも増えるし、何より精度が高くないとできない形状。こうした細かな工夫が他のハードとはワンランク違ったこだわりだなと感じます。LCRC ボタンは LBRB ボタンの隣に点々とある部分がボタンになっていて割り当て可能なファンクションキー。ただのデザインかと思いきや、ボタンとして使えるのはなかなかユニークですね。割り当てについては口述します。左右側面には特に何もなし。あやねおエアーはその名の通り、現状販売されているゲーミング UMPC の中で最軽量で、398g となっています。実際に重量を測ってみると約 400g で、誤差範囲内の軽さ。旧型スイッチとほぼ同等の重量なので、やはり長時間手に持っていると少し疲れますが、スイッチライト並みのサイズ感、そしてグリップ感の良さから、かなり疲れにくく快適に遊ぶことができます。ただ、スイッチライトの重量は 275g と相当軽いので、こちらを所有している方には逆に少し重くないと感じるかもしれません。片手で持っての操作はできない重さです。実際に手に持ってみるとその重量、グリップ部分の厚みなどから、スイッチライトよりは一回り大きな端末のように感じます。ボタンの押し心地としては、ABXY ボタンは小さめではありながらストローク長め、軽く押せる感じですが反発力が少し強い感じ。十字キーも同様な押し心地で、軸感はちょっと少なめ、ちょっと緩くて、すぐに斜め入力されますが、反応が良いので不思議と操作しにくくはありません。まあボタン配置的にアナログスティックを多用することになりそうなので、
補助的なボタンとして使うことにします。ショルダーボタンはかなりよくできていて、LBRB がスイッチのプロコンのような押し心地でカーブ全体を使って押せる、カチカチ音が少ない感じ。LTRT は Xbox コントローラーのようにストロークが長いトリガーボタンとなっています。実際に手に入れて使ってみると、画面サイズの小ささは気にならず、ベゼル太いなぁとか思うこともありません。確かに6インチくらい欲しかったなとは思いますが、小さすぎて文字とかが見えなさすぎて不便とまでは思いません。まあ、これに関しては遊ぶゲームタイトルにもよりますね。よく考えてみるとスイッチライトと同じ画面サイズなんですよね。しかし画面解像度はスイッチライトよりも高い上、液晶は有機 EL が採用されていて、スイッチと PC 両方で出ているゲームを遊ぶ場合も、スイッチ用のものよりも高い画質設定で楽しめるので、使っている感覚としてはスイッチライトプロスピーカーはこもった音質と言われ評判が悪く、私の耳がおかしいのかと感じるくらい衝撃の感覚で不思議でした。イヤホンをつけていないのにイヤホンをつけて遊んでいるような聞こえ方で、高音質とは言わないものの没入感のあるサウンドで、ゲーム体験としてはかなり面白いスピーカーです。どうも評判が悪いので、色々調べてみると海外のリディットでは原因と改善方法などが掲載されていました。どうやらスピーカーの位相がずれて音を打ち消し合っていて、スピーカーが本体の側面や背面にあるような聞こえ方がするらしい。ちょっとよくわからなかったので、あやねおやー実機でスピーカーテスト動画を視聴してみると、動画046あたり、アウトオブフェーズのあたりで、音がしっかりと中心から出ているような聞こえ方がするらしい。おや？あら？マジじゃね？ここで初めてスピーカーに不具合があることに気づきます。解決策としてはスピーカーを正しい電極にハンダ付けし直す。しかしハンダ付けし直すのはかなり難しいらしいので、ソフトでの改善が可能です。手順はリディットにある通りにやれば可能ですが、以下簡単に説明。エカーライザー APO をダウンロードしてインストール。スピーカーズをチェックして進めると再起動する。コンフィガレーションエディターを開く。プラスを押してベーシックフィルターズコピービットインチャンネルズを選択。緑 L をドラッグして、赤 L まで持っていき、矢印で繋げる。矢印をダブルクリックして-1と記入する。テストビデオを再度確認して、インフェーズでいい感じに聞こえれば完了。実際に改善前と改善後を比較してみます。こうして撮影したものを聞くだけでも違いますよね。音量や撮影環境は何も変えてないのにこの違い、とんだ間違いだぜ。本当に、どうやらこのミス、というか不具合は GPD Win にでもあったらしい。勘弁してほしい。電源は上下どちらからでも充電可能。USB-C 端子は上下両方とも USB 3.2 で、どちらからの充電も可能で、HDMI 出力なども可能となっています。もちろん対応のケーブルモニターである必要があります。充電器は 65W のもので充電可能。付属の充電器を使用すれば問題なく充電できますが、もう少し小さいのが欲しかったので私はバセアスの 65W 充電器を購入しました。またケーブルも 65W 充電対応のものでなければいけないので、持っていなければ別途購入。充電はゼロの状態から1時間半ほどで満充電。指紋センサーについて、電源はスリープ状態であればスマホのように、電源ボタンを押さずとも触るだけで立ち上げることが可能です。こうした一手間の少なさが、手に取りやすさにつながるので良い仕様だなと感じます。AYASPACEについて、デフォルトで搭載されているAYASPACEでは、コントローラーに最適化された UI でゲームを選択設定の変更などを行うことができます。AYA ボタンを押して簡易メニューを開く。AYA ボタンを長押しでAYASPACEを開く。となっていて、簡単に画面解像度や TDP を変更できるようになっています。またAYASPACE内では LBRB ボタンでタブ変更できて、ゲームを追加することで直接起動することができます。コントローラーでのマウス操作をやめる。AYASPACEの機能によるコントローラーでのマウス操作が使うソフトゲームによって微妙だったので、AYASPACEの左上、ロゴマークをクリック、スタートアップアップデートを選択、マウスモードをオフに変更、でマウス操作を切りました。AYASPACE上でマウス操作を切った場合、代わりにジョイトキーなどのキー割り当てアプリをインストールすることで、AYASPACEとは別にコントローラーでのマウス操作を行うことができます。私は Steam のコントローラーコンパニオンアプリ有料をインストールして使っています。わざわざなんで300円も払って使うの？って思う方もいるかもしれませんが、普通にジョイトキーで良いんですが、まあ、なんとなく、アプリ自体の UI がスタイリッシュでかっこいいので、それだけです。ファンクションキーの割り当て、LCRC ボタンはいくつかの機能を割り当てることができるファンクションキーで、現状ではAYASPACEアプリから割り当て可能で、それぞれのボタン通常に押す、もしくは長押しの2パターン割り当てられるので、合計4種類の機能を割り当てることが可能です。ボタンの組み合わせによるショートカットキー、RBRT を両方押しながら、十字キーの組み合わせで
で色々できます。便利ですね。KDP の変更。ゲーミング UMPC では KDP という概念がありまして、これは簡単に言うとその PC がどれだけ本気を出して動かすか、みたいな数値で、あやねおやーでは設定できるデフォルトの KDP はあやスペース上で、4種類変更できて、プロモードを選択すると5から 15W の間で自由に選択することができます。バッテリー持続時間について、KDP15W、720プにして、サイバーパンク2077を最低画質設定でベンチマークを動かしてみると、平均 FPS32.24 と出て、まあたまにカクつく程度で遊べる感じにはなりました。プレイ可能時間はちょうど1時間で残り10の通知が来る感じでした。ノベルゲームなど軽いゲームを KDP5W で遊ぶと、2時間、8W で 3D ゲームを遊ぶと1時間半程度って感じです。バッテリーの持ち悪いとかなり言われていますが、正直これは Windows そのものの問題のような気がします。というのも、例えば Nintendo Switch で言うと、軽いオフラインの 2D ゲームを遊べば4、5時間遊べて、重たい 3D ゲームやオンラインゲームを遊べば2時間程度となります。ゲーミング UMPC はどんなゲームを遊ぼうと、そもそもゲームを遊ばずに、デスクトップで放置してもみるみるバッテリーが減っていきます。どのゲームを遊ぼうかなと Steam ライブラリを回遊している間もバッテリーは減っていきます。スリープの状態でも若干減ります。まあこれに関しては電源を落とし、起動するのも早いので使わない間は切っておけば問題ないんですが、まあそういう感じで、ゲームによって KDP を変更したり多少充電しながら使ったりと、まあそういう感じで遊ばざるを得ないのがゲーミング UMPC、ということを念頭に置いておきましょう。ちなみに私は集中力がなさすぎて1回のプレイ30分くらいしか持たないので、バッテリー持続時間自体は問題なしです。あと充電速度が速いのが地味に便利ですね。発熱は KDP を上げて重めな 3D ゲームを遊んでると、背面、グリップ部分はちょっと暖かいな程度で済み、画面側があちあちになります。なのでプレイに支障は特にはありません。ちょっと心配はありますが、まあそもそも持って1時間半ですからね。あと体感的にはゲームをプレイしている時より、ゲームをダウンロードしている時の方が画面の発熱が激しいように感じます。軽さは携帯ゲーム機としての遊びやすさにつながって、小ささはどこにでも持ち運びたくなる。重いゲームを動かすのはあまり現実的ではないけど、非常に手に取りやすい設計で、PC ゲームに触れる機会を増やしてくれる、そんなハードです。ということで、あやねおやーは当初の目的としていた、軽めのインディーやノベルゲーム専用機、として活躍することとなりました。スイッチなどに出ていない PC 専用のゲームって世の中には山ほどあるし、最初に出るのが Steam 版みたいなことはよくあるので、まあそういう感じで使えそうです。今後同じようなスペックでもっと安い端末なども出てくるかもしれないし、バッテリー問題も少しは改善されていくかもしれませんが、デザイン操作性携帯性へのこだわりを強く感じる良いマシンだなと感じました。物欲が満たされる感覚。欲を言えば画面サイズが6インチだと良かったかなくらいで、全体的にはかなり満足。早速、ついのステラを購入してプレイしてます。楽しい。